では、組み手が互角の時の引き込みについて説明します。自分が組み勝っている時、相手が動けないので、こう両足で蹴ってしまってもいいんですけれども、互角の時はこのように私は引き込みます。というのは、相手の体が生きている時に両足を腰に当ててしまうと、相手が両足を握ってそのままパスしてしまう可能性があるからです。なので、このように攻撃に片足を覆うように使っていれば、相手が足を動かして攻めようとしてきても、もう一個の足を使って防御に戻すことができます。で、どっちの足で蹴って引き込むかということですけれども、このケースは相手は右手が使えませんので、僕は右腰を蹴るようにして引き込みます。というのは、相手の左手が今自由ですから、左腰を蹴ってしまうと相手が足を取ってそのまま倒されるとテイクダウンの2点を取られます。取られるパスされてそのまま僕の手が伸びてますから腕十字を取られたりする危険があります。ただし僕が組み勝っている場合は右足を上げていってそのまま腕十字を取るということもできます。あと、軸足の位置ですね。引き込むときは軸足が右足になりますから、これをなるだけ遠ざけておくと、左足を上げた途端、僕の体はこう寝始めることができます。というのは、このように片足で立てる状態で引き込んでしまうとですね、ここから倒れるまで時間がかかりますし、相手がそのまま攻めてくることもできます。ですから、すぐに引き込みたい場合は軸足を遠くに置いて、引き込むことをお勧めします。なるだけ正面に寝ないで、相手がこちらを向いていると引き込んだときは、自分の体がこの辺です。この辺に来るように引き込むと、相手が引き込んだ瞬間に相手が攻撃しづらくていいと思います。あと、相手の腰がすごく強くて引き込んでも腰を張ってそのままパスガードしてくるような時があります。でパスしてこのままパスされてしまう時があります。で、そういう時はもう相手は腰を出してきてくれてますから、トイスキクロスに行けばいいですね。で、そのまま足結って相手をクロスガードに入れて攻めるようにします。